デイ2清めの湯白いワンピース。デイ2モーニング。目が覚めると薄いカーテンの隙間から柔らかい光が差し込んでいた。さやはぼんやりとした頭で昨夜の記憶をたどろうとする。湯気、ぬるりとした水音、静かな和装の足音、そしてすべて夢のようなものだと思っていてくだされば。低く柔らかな声が記憶の底でほどける。夢だったのよね。そう、あんなことがあるはずがない。知らない場所で知らない男の人にあんな風に体を洗われるなんて。それが現実であってはいけない。でも、布団を抜け出して洗面の前に立つ。鏡の前に映った自分の首筋に昨日まで見たことのない赤みを帯びた跡が一つ。これ、ただの寝跡よね。そう思いたい。でも、ふわりと鼻先をかすめた香りが夢で嗅いだはずのものと全く同じだった。それはほんのりとした白檀と深い甘さを帯びた人工のような触れた肌に馴染む香り。まるでそれが夢の記憶の引き金になるかのように。部屋に戻ると布団は畳まれていて、その場所に細長い箱が静かに置かれていた。淡いミルクティー色のワンピースと、その下にそっと重ねられた白い布は下着だとすぐにわかった。ワンピースは柔らかく落ち感のある素材で、七分袖の袖口には細いレースが縫い込まれている。襟元は浅い V ネックで、鎖骨を覆うか覆わないかのギリギリのライン。裾は膝より少し長く、でも足首までは届かない。ウエストはリボンで軽く縛れるようになっていて、着る者の体に沿うように設計されていた。下着はワンピースに沿うような白くて透け感のある控えめに刺繍の入ったキャミソールとショーツ。どちらも新品のタグがついていた。肌に直接触れるものまで用意されている。親切だと思うよりも先に怖くなる。置かれていた紙には小さな文字でこう書いてあった。お目覚めの後はこちらをお使いください。どうぞご自分のものとしてお召しください。細くて迷いのない筆跡はきっと霧島のものだろう。自分のものとしてって、さやは戸惑う。着てしまえば自分がこの部屋と同じ香りになってしまう気がした。触れるのもためらわれた。けれど、今身につけている白い真衣も、さやが選んだものではなかった。昨夜、いつ、誰の手で着せられたのかも思い出せない。
そう気づくと布越しの肌まで急に心もたなくなった。着替えるしかないという理由で普段手に取って眺めることもないようなワンピースを手に取った。ふわりと香るかすかな香り。これはお香？それは霧島の夢の中での衣の匂いとほとんど同じだった。脱衣所などなかった。部屋の隅にパーテーションが用意されていたが、そこに背を向けて肌着に触れたとき、まるで自分の肌が彼の手で測られたかのように正確にその形に収まることに気づいた。キャミソールのストラップはずれもたわみもせずに肩に馴染む。ショーツは脇のゴムが強すぎもせず甘すぎもしない。まるで鞘の形を知っていたように。着てしまった。自分の意志で得体の知れない男の用意した服と下着を。その事実が後から静かに迫ってきた。脱ぐのももう怖くなるほどに。リボンを結び終えた瞬間、背後の引き戸が音もなく開いた。扉の向こうに立っていたのは、夢と同じ声、夢と同じ姿の霧島だった。似合いますね。たったそれだけ。けれどその目は、首筋から鎖骨のくぼみ、リボンの結び目、ウエストライン、そしてスカートの裾に至るまで、隅々を撫でるように見ていた。視線が服の上を伝って自分の肌まで届くようで、鞘は思わず腕を組む。見ないでください。拒んだはずなのに、声がかすれて説得力を持たなかった。霧島が一歩近づいた。では見ないようにしましょう。彼は穏やかに言った。鞘が息を吐きかけたその時、けれどもう覚えてしまいました。襟の開き方、リボンの結び目、霧島から隠れようとして迷う指先。霧島はそれらを一つずつ声にしていく。そういうものがきちんと残るように選んだ服ですから。ゾワリと背筋を冷たいものが張った。この服はただ用意されていたのではない。それを身につけた時の鞘の反応まで先に思い描かれていた。そう気づいた瞬間、見られているのは服ではなく自分の反応なのだと思った。けれど霧島の眼差しはどこまでも静かで優しい。何も心配しなくて大丈夫です。そう言って微笑んだその瞬間の彼が一番信じてはいけない顔をしていた。朝食の用意ができています。空腹は感じていなかった。それでも足は自然とそちらへ向かう。霧島の手に導かれるまま、仕立ての良い布が足元でかすかに揺れ、知らない家の床を踏みしめるたび、
誰かの物語に迷い込んでしまったような錯覚を覚える。台所の椅子を引く音、差し出された湯気。朝はもう始まっていた。深呼吸をしてもうまく息が入ってこないのは、体にぴったり沿うワンピースのせいか、それとも、どうぞ。霧島が丁寧にサラダの皿を差し出す。向かい合って座る彼は淡く笑っていた。着替えを済ませた客人に家の主が礼儀正しく茶を進めている。そう見えなくもない距離と態度だった。ただ、その礼儀正しさは昨夜のことを少しも否定してくれない。さっきの目、服の隙間から全部透かされている気がして、何度も太もものあたりを撫でるようにスカートのシワを直してしまう。丈、短かったですか？いえ、ちょうどいいです。背筋を伸ばすと、今度は胸元のリボンがかすかに揺れた。その小さな動きまで見られている気がして、さやはまた肩をすくめた。食べにくいですか？こういう服、慣れてなくて。霧島は少しだけ首を傾けて微笑んだ。着慣れればきっと似合う日が来ますよ。この服があなたらしい服になる日が。その声が真綿のように優しくて、でも逃げ道を全部塞いできているようにも感じた。スカートの裾がなぜか食後の立ち上がりすら許さない拘束に思える。このまま席を立ってもいいのか、それとも許可を得てからと言われるのではないか。ごちそうさまでした。消え入りそうな声でそう告げて、そっと目を伏せた。霧島の返事はすぐには返ってこなかった。ただ、かすかな椅子の音と視線の熱だけが、さやをいたたまれない気持ちにさせた。お部屋に戻ります。そう告げて、さやは一礼し、背を向けた。足音を立てないように歩く。けれど、自分の背中に視線が乗っている気配は明確にあった。廊下に差し込む淡い光の中、静けさの奥で、その視線だけが肌の上をゆっくり撫でていく。扉の前まで来たとき、背後から声が落ちてきた。似合っていますよ、とても。引き戸にかけた手が一瞬だけ止まる。その言葉の熱が背中からじんわりと染みてくるようで、さやは何も言えずに扉を閉めた。音もなく戻った部屋。一人きりになった瞬間、指先がそっとリボンに触れる。似合っていたの意味がどこまで本音だったのか、なぜ言葉にする前よりも言葉にされた後の方が呼吸が苦しいのか、考えるほどに方が静かに熱を帯びていく。部屋に入ってやっと一息つく。
腰を下ろした畳が思いのほかひんやりしていて、温かな朝食の余韻がゆっくりと拭われていく。手の甲に残る湿り気が夢の続きのような感触を帯びていて落ち着かない。そろそろ帰らないと。誰に言うでもない独り言。そう、帰らなきゃ。あの部屋に。夕方には課題の提出があるし、明日はまた授業だ。畳の上にふわりと広がったワンピースのスカートの裾から、細かくあしらわれたレースが見えた。普段の自分なら選ばない服、壁際の机に置かれた見知らぬ香水瓶。全部が現実離れしていて、でも確かにここにある。さやは立ち上がり、床を踏みしめる音を気にしながら、ゆっくりと玄関へ向かった。ドアノブに手をかけて、ゆっくりと回す。回る。でも、開かない。ほんの少し手に力を込めた。軽く引いてみた。押してみた。びくともしない。鍵がかかっている感覚はない。何かが引っかかっている様子もない。まるで自分の意志が扉に届いていない。ぞっとするほど静かな廊下。風の音もない。廊下を伝い歩いても空間そのものが彼女の外へ出ようという意志を丸ごと拒絶しているようだった。嘘。ねえ。また扉を引く。強く、今度は乱暴に。でも開かない。あの日、母親が事故でいなくなった後の夜を思い出す。部屋のドアを開けて誰かに声をかけようとしても誰もいなかった。あの静けさ。胸の奥が締め付けられる。あの時も私は黙って部屋に戻って何もしなかったんだ。なぜかそんな記憶まで引き出されて、さやは震える指先を胸に当てた。帰らなきゃいけないのに。でもどこへ？何のために？お母さんはいないのに。それすらもだんだんわからなくなっていく。扉の向こうには世界があるはずなのに、この部屋しか存在していないかのような閉塞感。何周もぐるぐると同じ場所を歩く。畳の匂い、障子、棚、引き戸。どれも変わらずそこにあるのに、外へ向かう道だけが見つからない。あれ？本当に玄関あった？声に出した途端、心の奥に不協和音が鳴った。昨日、霧島が現れた時の記憶が、まるで作り物みたいに感じられてくる。あの人は本当に廊下の向こうから来たのだろうか。それとも、さやがそう思い込んでいただけなのだろうか。扉はある。けれど外へは続いていない。ぞっとして壁から手を離す。まあ、いっか。頭の中で誰かの声がそう囁いた。自分の声かどうかも
よくわからなかった。部屋に戻ると、薄い布のカーテンの向こう、うっすらと日が傾き始めていた。Day 2 Evening。 畳の上に横たわって天井を見つめていた。何もすることがないというより、何もしてはいけないような気もしていた。外の音は聞こえない。鳥の声も、車の音も、誰かの足音も。まるでこの部屋だけがどこか違う場所に浮かんでいるみたいだ。と思っていたら、ふっと香りが変わった。花でも木でもない。もっと深くて甘くて暖かくて、どこか懐かしい香り。振り返る前に足音。襖が静かに滑って、柔らかな夕日が差し込む。どこかへ行きたかったのですか？霧島がそこにいた。黒の着物姿、柔らかな口調で目を細めていた。いつの間に？思わずさやは身を起こす。問いかけが何を意味しているのか一瞬わからなかった。だけど昼間、自分がぐるぐると部屋を歩き回っていたこと、あの記憶が急に恥ずかしさを連れて蘇ってくる。違います。ただ、なんとなく。ああ、構いませんよ。好奇心はいいものです。静かに笑って、彼は部屋の中へと足を踏み入れる。でも、少しだけ僕を待っていてくれたら、どこにでもお連れしますよ、さやさん。その言葉が優しげに聞こえて、胸がキューッとした。けれどすぐに別の違和感が遅れて追いつく。私はこの人に名前を教えただろうか。昨日目を覚ましてから浴室で、食事の席で、どこかで名乗っただろうか。夕げの前に少し散歩でも。着替えをどうぞ。あなたに似合うと思って。霧島が差し出したのは薄紅色の包み。さやはうまく返事ができないままそれを受け取った。渡された包みを開くと、淡い薄紫のワンピースがふわりと香った。差し出されたワンピースがしっくりと体に馴染むことに違和感を覚えながら、着替えを終えた頃には霧島が小さな和傘を用意していた。夕暮れの香りは朝よりずっと静かで穏やかです。行きましょう。手を取られるでもなく、腕を引かれるでもなく、ただ彼が先を歩き、さやがその後をついていく。屋敷の外には意外にも広い庭が広がっていた。砂利道、古木、手入れされた池、苔むした灯籠。それはどこかで見たことがあるような、でも知らない風景だった。
こんなに広いんですね。ええ、歩くための道はあります。けれど、帰るための道はありません。その言葉に、さやは足元の砂利道を見た。白い石が細かく敷かれ、池を回り、灯籠の横を抜け、古木の根元へ続いている。けれど、その先に、門は見えない。屋敷の外へ抜ける気配もない。帰りたいと思わなければ、帰り道はいりませんから。霧島は微笑んだ。さやの方を見ず、ただ庭の奥に目を向けたまま。昼間の堂々巡りを思い出していると、ふと木の枝に吊るされた香り袋が目に入る。歩くたび、ふわりと漂う香が、さやの思考を少しずつ薄くしていく。体が軽く汗ばむのを感じた。その瞬間、霧島がさりげなく近づいて、さやの襟元に指を添えた。風邪をひくといけませんから、戻りましょう。そう言われると、不思議と逆らう理由も考えなくなった。夕げはいつ用意されていたのか不思議なくらい丁寧に整えられていた。炊きたてのご飯、椀物、焼き物、香の物、そして熱いお茶。召し上がれますか？はい。目の前で霧島がごく自然に箸を取り、さやの皿にもそっと副菜を盛る。まるで長く連れ添った夫婦のように、いや、そのように扱われている。そんな感じがした。味は優しく、香りは深く、食べ進めるごとに体の芯が温かくなっていく。箸を置く頃には脳の輪郭すらふわふわしてくるような心地がしていた。少し眠くなってきました。そうでしょう。香も効いてきていますから。香？ああ、気にしないで。夢見が良くなる程度のものです。さあ、横になってください。今日は少しだけ深く入っていただきましょう。霧島の手に導かれるまま、さやは布団に横たわる。まぶたが重くなる直前、唇にそっと指が触れた気がした。その熱がまるで焼き付けられたように、夢の中にも続いていた。風の音がしない。時間が止まったみたいに、ただ静かで美しい部屋の中。床は艶やかに磨かれた木目。障子の向こうには柔らかい明かりが揺れていた。さやは白い寝間着のまま座敷の中央に一人。でもすぐに気配がして振り返るまでもなくわかる。ようこそこちら側へ。背後から霧島の声が囁く。静かな、けれど芯を持つ低音に振り返る。夜の色を吸い込んだような深い藍色の着物に銀の細工があしらわれた帯。夢なのに細部まで鮮やかで現実より
現実的だった。ここはあなたの眠りの中です。今夜は少しだけ奥まで案内しますね。霧島が歩み寄る。一歩ごとに床が音もなく沈み、空間が閉じていく気がした。逃げ場のない、でも逃げたくもない、そんな荒野牢の中へ。さやは問いかけようとして気づく。口が乾いている。唇が熱を持っている。さっき現実で彼の指が触れた唇。熱いですか？ちょっとだけ。それはあなたが欲しがった証ですよ。霧島はそう言って手を伸ばす。その指先がさやの顎をそっと持ち上げる。誓いの準備はまだいりません。ただ、彼はさやの耳元で囁いた。もっとこちらを好きになってもらうだけです。そして唇が触れた。キスと呼ぶには静かすぎて、でもただの軽い接触ではなかった。夢の中なのに体の奥まで染みていくような深い感覚。熱が、香が、音が霧島の糸ごと染み込んでくる。息が漏れる。視界が霞む。でも不安はなかった。僕だけのになってくださいね、さやさん。そう囁かれた瞬間、視界が白く染まった。